桐生川沿いに桐生紙って言って江戸時代からあったとされていて、うちも代々やっていた家なんですけれども、紙といえば和紙しかない時代だから生活資材としてたくさん作られていたんですけれども、それが用紙が普及することによって海外からの機械製紙っていうものが普及することによってどんどん和紙は衰退をね、必要とは生活資材としてはもう必要とはされないようにどんどんなってきて、父もそういう流れの中で私たち子供だったり家族をね養うのにとても和紙をなりわいで覚えるから勤め人をしていたんですけれども、でもなんか思うところあって専業にしましたから、その時にやっぱりお金のない中でやっていくから道具とかこういう設備とかも手作りせざるを得ない部分もあったり、その変遷も結構半分ぐらいは付き合ってるかな。水槽なんかは一番新しい設備ですけれども、こんなのも父に見せたかったなって、こういうのをやりたいってずっと言ってたんでね。父とやってる時の方が楽でした。教わったこと、目の前のことをこなしていけばそれだけ楽だし、考えなくていいっていうか、なんて言うんだろうな、安心感がある。父がこれでいいって言ってるからいいんだよねみたいな、なんかだけどそれって実は自分の成長を阻んでしまった部分もあるかもしれないっていうのはちょっと反省で、何でしょう、根本的なところから考えるっていうか、いいと思ってたものを疑ってみるっていうか、そういうのは前よりはできるようになってきたのかなと思って。なんかそのことで年取ってもいつまででも成長できるんだなっていうのは実感としてありますよね。私は父親と割と気が合っちゃう方で一緒に楽しくやってたから、はっきり言ってあんまり何も疑問も持ってなかったんですけど、いなくなって初めてなんか自分で決断しなくちゃいけないんだみたいなのがプレッシャーでもあったんだけど、それをやり始めたらそこから先の面白さがやっと分かったっていうのがあります。ちょっとだいぶ年数がかかったなとか思いつつ。通常は原料問屋さんから楮という木の皮の
白革というものを購入しまして、でそれを水に戻して水洗いをして釜で煮るというのがまず一つで、その後ちり取りって言って細かなゴミを取り除く作業をします。その後は公開といってここの部分だけはこう機械を使うんですけれども、叩いてほぐすっていうような作業工程になりますね。でそのほぐしたものを今度はビーターといって巨大なミキサーみたいなものそこに入れて、仕上げると、もともと木の皮の繊維だったものが繊維一本一本というような感じにこうほぐれていますので、そこまでできたらやっと紙をすくという作業に入れるので、すき舟といって水を張った水槽のようなものに溶きほぐして、それから練りというものを入れてで紙をすくんですけれども、100枚とかものによっては200枚とかこうすき重ねますので、重ねたものを脱水して脱水すると突き重ねたものがまた一枚一枚剥がせるようになるので、それを乾燥室で乾燥機というものに表面に貼り付けて乾燥して一枚の紙が出来上がるということですね。魅力でもあり、現代における和紙の立ち位置の辛いところにもなっちゃうんですけど、やっぱり何にでも使える紙っていうことだったんですよね、本来は。まずは文字を書く、そういう書家とかで帳面とかで文字を書くように、帳面として記録用紙として使い終わったらポイってゴミかっていうとそうではなくって、ほぐしてまた平らにすれば字が書かれてようが書かれていまいがシートとしての丈夫さがあるので、そういうのを襖の下張りとか、昔の襖は和紙をこう何層にも幾重にも貼ることで丈夫さを出してて、そうやってシートとしてまだ使えるし、それから使い終わっても再生っていうことができて、また煮てすき直せば再生紙として立派なものに使える。でやっぱり再生すると丈夫さは比較的弱くなってくるので、それと墨は取れないからグレーっぽいものになるわけですよね。でそうやって繰り返し使われてっていう、最後は本当に落とし紙っていうことでトイレットペーパーですよね。昔のそういう気になって肥やし、畑の肥やしになってっていう、また土に帰ってっていう循環でやっていたから、何にでも使えるっていうところが一番の和紙の素晴らしさなんだけども、だけど現代では何にでも使える紙は必要ないわけですよね。それぞれ、これはコピーとか印刷に特化しているとか、ティッシュペーパー、トイレットペーパーとか柔らかさ、トイレットペーパーだったら水にすぐ触れるとか、そういうような用途に特化したものとして、しかも大量に安く作れるから和紙である必要もないしとかことなので、生活がもう変わってしまったから、この何にでも使える紙っていうのが
必要なシーンってないっていうところなんですよね。だから現代だと何にでも使えるけど何にも使わない紙になり下がっちゃっているところがあって、そこがその和紙の辛いところ、和紙を残そうって言った時に、いや技術はできてもさニーズの方がないじゃないっていうところでいろんなところでもう衰退してってるわけで、だからそれをだからといって時代が遡りたいわけでもないわけですよね。でこの現代でなんかこの和紙の良さを表現したいって思ってるんですけど、そこがもう私も始めて30年にもなるんですけど、30年前にこの世界に入った時から変わらず同じ課題というかな、この和紙を何に使ったら一番生きるんだろうみたいな。だからそこが何にでも使えるこんな丈夫だしっていう魅力でもあるんですけど、出番がないっていうところがちょっと辛いところではありますけどね。やっぱり楽しいっていうところですよね。父も作るのが好きだったんで、苦しがってやってるの見ちゃってたら自分も未来が描けなかったかもしれないけど、父はそれこそゼロからだったけどもう1とか2とかある状態で来てるわけですよね。だからそれで父と同じ技術でいたんでは私何してたのっていう感じがあるじゃないですか。しかも父は前半はサラリーマンやっててですけど、私はもう大学卒業してすぐだから全然使ってる時間も違うわけだから、そのリレーのバトンを受けてその先に進まなくちゃダメだよねっていうのは思いますよね。だから今こんなんできたよっていうのをちょっと見せたい感じ。もういないから見せらんないんだけど、紙すきやってて20年ぐらいを超えてきてからがますます楽しいみたいな。若い頃はまあ一人前になるのにはねざっと10年かかるみたいなのはどんな世界でも言われているから、そこまでは若いし吸収も早いし、スタートからだから一歩一歩がすごい大きいですよね。だから目に見える形で伸びていくじゃないですか。だからそういうことで最初のね10年ぐらいは来ちゃって、これ15年とか20年ぐらいしたらもう技術としては成長が止まっちゃってだんだん飽きちゃうのかなって思ってたら全然そんなことはなくって、10年経てば10年なりの課題が見えてくるし、20年経てば20年のもっと上手くなりたいがあって、だから続けられるし楽しいからって。20年も30年も50年もっていうぐらい長い時間をかけてなんか自分で自分自身を育てている感じ。そこがやっぱり人生の面白いところかなって思って、こんな年になってもまだ成長できるって信じてるし信じられるっていう。その辺がものづくりの楽しいやりがいっていうところにつながるものなのかなって今はね思ってますけど。